こんにちは、アンナスです。今日はこの服を刺繍しました。ユニクロの服なんですけど、これスカートと合わせてるんですけど、こんな感じで、なんかズボンに合わせてもいいと思います。こんな感じのね、ちょっと面白い感じで、なんか刺繍といえばみたいなチロリアンテープみたいなデザインじゃなくて、ちょっとこうアートっぽい感じにしてみました。はい、それでは手元の方にどうぞ。はい、ではユニクロ C のを買ったんですけど、安いですね。3990円。で、これにアレンジしようと思います。で、何を刺繍するかというと、このページです。なんかわかんないけど、なんかいろいろあるみたいな。なんかのこのモチーフっていうよりかは、こう刺繍が何か入っているっていう状態のものをやりたいなと思って、で、これを 150% 拡大にしました。で、色はちょっと落ち着いた感じの色味でやってみるとちょっと着やすいかなと思うんで、なんか普通にスカートとかに合わせようかと思ってます。こんな感じで 160% 拡大しました。このなんかデイジーみたいなやつが向かって右側で、もう一個コピーして左に置いて、で下のあたりにあったこう点々とか三角とかのやつはもう一連のままこうやっておいて、なので結構適当な感じでいいです。あんまりきっちりすると変なので、こういう感じでなんかいろいろあるなみたいな、なんか模様がいっぱいあるみたいな感じにしたいと思います。で、今日もそのスマプリを使います。これじゃないと映らないので、これ後でお水で消せるんですけど、中に A4 サイズのファイルが入ってて、で、ちょっと前回1枚使ったんで、もう A4 サイズ1枚しかないんですけど、これでもっと書きやすいところで皆さんは写してもらって、でこんな感じで外側ちょっと1センチほど残して、これを写していきます。こういう感じで写りますね。でこれをこうパーツごとに切って貼っていきます。こんな感じかな。だいたいなのでちょっとずれてるんですけど、貼っていきたいと思います。貼るときはちょっと角が取りづらいんですけど、頑張ってめくってもらって、めくれたら全部剥がすとぐちゃぐちゃになっちゃうんで、結構柔らかいんですよね。なので、こんな感じでめくったとこだけ貼ります。で、そーっとずつ引っ張りながら貼っていく。で、もし気に入らなかったら剥がして貼り直せるんで、だからそれはね、大丈夫なんです。一回貼っちゃうとここに多分ホコリがついちゃうんで、それで剥がしてもぐちゃぐちゃってならないんですけど、この最初の剥離紙から剥がすときに一気にバリってやるとちょっとダメみたいです。なのでそういう感じでぐちゃぐちゃにならないようにそーっと外して貼っていってください。はい、ではこんな感じでなんか均等にこう点々点水玉みたいな感じで、貼っています。でこのまま刺してもいけるのかな。
何も刺繍枠したくない方はやらなくてもできそうな感じもするんですけど、私は刺繍枠はめたいタイプなのでまたはめて、ただねちょっとやっぱ伸びる素材なのであんまり伸ばさないように、スマプリ貼ってるからそんな伸びはしないと思うんですけど、でもう全部6本取りで刺繍していこうと思います。なので6本取りの場合は6本の束で抜いて、で6本取りの刺繍針で刺繍します。これなんかちょっと多かったですね。で玉留めでいいです。でここはストレートステッチで埋めていくので、もう全部こんな感じだから今日の方が割と簡単かもしれない。前回ジャケットに刺繍した時は結構大変だったんですけど、時間がかかったんですけど、今回は刺しやすい、全然手も痛くならないし、でざっくりした図案なんで、なんか色遊びを楽しむっていう感じでやってもらっていいかなと思ってます。でこれで全部周りをストレートステッチで入れたら、真ん中をフレンチノットやっていこうと思います。ではフレンチノットをやっていきます。玉留めをして、まずやりたいところから針を出します。で枠を机に置いて少し上を持ちます。空中で、1回巻きにします。1回だけ巻いてほぼ同じ穴に刺して引っ張る。でもここで出来上がっているので、針を裏から引っ張るとこれで出来上がりです。こんな感じで少し上を持って1回巻き。普段2回巻きすることが多いんですけど、今日はちょっと2回だと大きすぎるので1回にしています。空中で1回巻いて同じ穴に刺して引き絞ってから裏から引っ張る。でこの後隣に飛ぶんですけど、1回ずつ玉留めするか、ここの裏に糸があるんでちょっとくぐらせると収まるので、一気に渡らせないようにしてください。でまたこっちもやっていきます。はい、では次、ここをアウトラインステッチで刺繍していきます。まず1目作ります。でちょっと先に出して、最初のステッチがまっすぐなので真ん中あたりのところを針でギュッと押して糸の下に刺します。でまたちょっと先に出して半分重ねるステッチです。でこれをずっと繰り返していって、この上まで刺していきます。はい、茎ができたので今度は葉っぱを刺します。なんか紙刺繍とかの書いてるのだと、紙刺繍だからこうストレートステッチっていうかバックステッチで刺してるんですけど、なんかせっかくなんでフライステッチで刺そうと思います。フライステッチはまず、縦に1目作ります。でちょっとずらして左右に針を出し入れします。でちょっとループを残しておいて、
最初に作ったストレートステッチの下あたりから針を出して、このループをくぐらせる。でギューッと引っ張ると V の字になりますね。でもすぐそばに刺してください。こんな感じ。この V みたいなのをたくさん作ります。ちょっと続きでやります。こうやって詰めて刺すと面を埋めるステッチができるので、サテンステッチでやってもいいんですけど、なんとなく今はフライステッチをやりたくなったんで、フライステッチで埋めます。ちょっとストレートステッチ1個足しとこうかなっていう感じで、あと残りの葉っぱと、であと他の茎と葉っぱも同じように刺していきます。はい、まずこっちができました。こんな感じでちょっと色変えました。なんか最初にやった色だとちょっと秋っぽくなったんで、春なんでちょっと水色にしました。そして、同じものがもう一個ここに貼ってあるから、後から同じように刺していこうかなと思います。そして今からやろうと思っているのが、元の絵だとスパイダーウェブローズっていうぐる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 巻いていくステッチでやるやつだったんですよね。だけどこのままやるとちょっとスパイダーウェブローズステッチが洗濯の時に結構耐えられなくてぐちゃぐちゃになりそうなので、とりあえず下書きの通りこうやって入れました。で本当はスパイダーウェブローズをすごい大きく刺すとさっきみたいにリースみたいになるんですけど、ちょっとやめて、下書きの通りにちっちゃい丸は残してます。でこのちっちゃい丸のサイズだけ少しだけスパイダーウェブローズをしようと思います。まず中心の際から針を出して上下上下って感じで編んでいくんですね。で5本入っているので、次巻くときはさっき下だったあれが刺繍糸が上になるんですけど、でこういう感じで巻いていって、この下書きのこの足が見えなくなるまで埋めていくとさっきのような感じになるんですけど、でも全部巻くとすごい大変なことになるので、もう途中でやめます。この下絵ぐらいのサイズ、ちっちゃいバラって感じかな。もうこれぐらいにしときましょうか。これぐらいで止めて、丸がこう一つおきに書いてあるんで、これで玉留めしてちょっと色変えようと思うんで、こんな感じでお花をつけていこうと思います。次白でやろうかな。はい、こんな感じで、もうフレンチノットが見本っていうか本ではやってあるんですけど、もうフレンチノットは入れないでいいかなと思って、もうこのままです。なんか3色黒、水色、白を繰り返してやってます。でもうちょっと次やってるんですけど、もうここは見本の通りこういう感じで、もうストレートステッチというかバックステッチというか、ただこの線の通りに刺していくっていう感じです。
なんかこれブランケットステッチでやってもいいかなって思うんですけど、ブランケットステッチだと糸が引っかかっちゃうので丸くなっちゃうんですよね。なので、ブランケットステッチでやりたい方はブランケットステッチでもいいし、私はちょっと今回はこのカクカク感を楽しみたいと思います。色もなんかちょっとランダムにいろんな色使っていこうと思ってます。はい、それではここまでできました。これとこれとこれ3つできましたね。で、次このお花ですね。こんな感じで、上のここもちょっと色変えようかなと思ってます。なのでここはアウトラインステッチでやっていきます。紙刺繍のやつは全部バックステッチなんですけど、さっきやりました。ちょっと先に出して半分戻るっていうので、もうこの線を全部なぞるっていう感じですね。でここの上の部分をなぞって、こっちがフレンチノットの、なんか2回巻きだとすごい大きくなりそうなんで1回巻きでいいかなと思ってます。じゃあこれでまた刺していきます。はい、ここまでできました。こんな感じでもう全部、ここがストレートステッチとか、もうこれも三角をただひたすら作るだけとか、フレンチノットばっかりですね。でここも三角をいっぱい作る予定なんですけど、このフライステッチをちょっと一回やってるんですけど、葉っぱのとこでやったんですけど、ちょっと葉っぱのところの説明が割とごちゃっとしてたのでもう一回やります。まずストレートステッチを作ります。で V の字にするんで、右と左を糸を渡して少したるませて残しておいて、ストレートステッチの下のところから針を出して、さっきたるませていた糸をくぐらせて、で下に入れます。だから Y みたいな感じになりますね。さっきは V でしたね。すぐそばに刺してたんで、なのでこんな感じでも続きで1針ずつやってもいいんですけども、続きでやる場合はこうやってこんな感じで下までやります。でなんかお花みたいなのがついてるんで、それをフレンチノットステッチで入れていきます。これですね、左右につけてるんでフレンチノットを入れて完成です。裏こんな感じですね。で玉留め、じゃこれで続きをやっていきます。それではちょっと出来上がりです。結構これとこれは図案が一緒なんですけど、色は変えてます。あとはこんな感じで、この4色の中でなんかぐるぐる均等になるように刺繍糸をこう振り分けているんですけど、なかなか面白い感じの服になりましたね。でもなんかね、トレーナーっぽいんですけど、ちょっと生地がニットっぽい感じなんであったかそうです。なので春先ぐらいまで着れそうです。であとは
いつものようにこのつまプリをちぎります。なんかちぎりにくい。あ、取れた。こんな感じでちぎって、もうちぎりにくいところ、この内側とかはもう置いといていいので、どうせ洗濯するんで、洗濯1回ぐらいすればもう綺麗に全部取れると思います。洗濯する前に多分1回ぐらい着たいと思うんで、その時はちょっと残ってるんですけど、なんかほとんど目立たないので、周りのこれだけちぎって取ってもらえば大丈夫です。ってことで、ぜひ皆さんも作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あと、毎月の刺繍って言って、あと私が運営している会員制のサイトがあるんですけど、そこは月600円、毎月600円で、新しい図案が毎月1つ現れます。そして、限定ライブも見られます。で、過去のアーカイブは図案も、動画も全部見られるので、まあだいぶねやってるんで結構溜まってきたんで、お得なんじゃないかなと思います。あと他に通販やってたりとか、刺繍教室をここでやってたりとかもするので、まあ、もしよければなんかインスタグラムをフォローしていただいて、いろいろ情報を見ていただけると嬉しいです。それでは、またお会いしましょう。さようなら。